皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。今回は久しぶりの検証会、スターアライアンスの世界一周航空券についてです。というのも、先日ちょっとした話題になっていた ANA の特典航空券ルール改定。大きな変更点は片道旅程への対応、必要マイル数の一部増加、乗り継ぎ回数の制限、そして今回の世界一周特典航空券の発券終了です。 ANA は長年かけて新システムへの移行を進めていますが、それに関連して運賃やルール変更も相次いでいます。今回の変更もその一環でしょう。細かな変更点はいろいろなサイトで解説されているので確認してみてください。変更内容には片道対応などポジティブな変化もありますが、個人的に困ったのは世界一周特典航空券だったんです。僕の手元には SFC 市場や ANA カード決済で貯まったたくさんのマイルがあるので、これで世界一周しようと思ってたんですよね。世界一周航空券って優勝で買ってもかなりお得なので、マイルを使わなくてもいいっちゃいいんですが、マイルで世界一周ってなんか夢があるじゃないですか。なので発券終了までのあと2ヶ月弱で駆け込みで世界一周特典航空券を発券する場合のルートを考えてみます。というわけで、まずは制度の確認から。 ANA が発券するのは加盟しているスターアライアンスの世界一周航空券。ANA やルフトハンザなど加盟エアラインの路線を自由に組み合わせて世界を一周する予定を作ります。優勝でもかなりお得なチケットで、エコノミーなら約36万円から、ビジネスクラスでも約70万円から世界一周できます。実際にはこれに20から40万円くらいの燃油サーチャージなどがかかりますが、例えばビジネスで16フライトする世界一周が100万円だとすると、1フライトあたり6万円。なんでこんなバグみたいな制度が昔から続いているのか謎なんですが、魅力的な仕組みです。ANA で特典航空券として世界一周航空券を発券する場合も基本的な考え方は同じです。ただしお金ではなくマイルで発券するので、距離ごとにこんな感じの必要マイルになります。最大で16フライト可能ですが、東京、ロンドン、ニューヨーク、東京をサクッと回ると16,412マイル。交換に必要な ANA マイルはエコノミーで65,000マイルになります。エコノミーでレギュラーシーズンにロンドン往復をする場合の特典航空券は55,000マイルで交換可能なので、プラス1万マイルでニューヨーク行きを追加できる計算になります。特典航空券での発券の場合もやっぱりお得な設定ですね。ただマイルで発券する場合には特典航空券枠が空いているかが大きな壁になります。スターアライアンスの世界一周航空券は出発から帰着の間を10日以上空けた予定を組むことがルール。これに素直に従おうとすると、大抵の人は年末年始やゴールデンウィークなどの大型連休と有給の組み合わせで10日以上の休暇を生み出そうとするのではないでしょうか。でもその時期ってハイシーズンなので ANA の特典航空券は満席なことがほとんど。世界一周特典航空券に交換できるマイルを持っていても空席がなければ利用できません。そんなハイシーズンの特典航空券の取りにくさと10日ルールをクリアするために考えた予定がこちら。出発日は8月2日の土曜日、東京から韓国ソウルに向かいます。ソウルには1泊だけ滞在し、世界一周航空券とは別のソウル海外発券チケットで帰国します。その後は年末の仕事納めを終えた12月27日に再度韓国へ。これもソウル発券で往復で取っておいたチケットを使います。この2と3のソウル往復は LCC でもいいかもしれません。今回はソウルではそのままトランジット。ここから世界一周航空券での手配に戻り、フランクフルトへ。クリスマスマーケットの雰囲気を楽しんだらパリに向かいます。年末の新しいパリの空気を吸ったら今度はニューヨークへ。タイムズスクエアで年越しの瞬間を迎えたら3日にはティロに着きます。
というわけで本番の旅の前にちょこっと韓国旅行を挟んでおくことで出発から帰着まで10日以上の間隔を確保しました。世界一周特典航空券では日本脱出のフライトの枠の少なさがネックになりがちなので、ローシーズンに出国だけしておくのがポイントでした。もちろん行き先は韓国でなくとも OK ですが、サクッと行けてその後のフライトの選択肢が多いインチョンはいい回遊先だと思います。この分割案を使うことで UT を使わずに世界一周航空券を使うことができました。必要コストは6万5000マイルプラス諸税とソウル発券往復チケット代で合計15万円くらい。15万円で世界をぐるっと回れるなら安いんじゃないでしょうか。もう一つご紹介するのは日本国内の空港を使い分けて一時帰国するテクニック。東京出発の場合、羽田か成田に帰ってくると世界一周が終了します。逆に関空や中部なら世界一周航空券を続けることができるんです。モデルルートはこちら。シルバーウィークを使ってニュージーランドへ、その後メルボルンに少し滞在しシンガポールまで、シンガポールからは関空に帰国します。関空から東京へは別手配の飛行機か新幹線で戻ります。アジア・オセアニア旅は一旦ここまで。今度は年末に関空から旅を再開。まずは一路イスタンブールへ。その後はローマで年末をのんびりと過ごします。年明けはニューヨークへ向かい、そのままトランジットでホノルルへ。ホノルルでくつろいだ後は出発地点である東京に戻ります。東京と関空をうまく使い分けることで旅を2分割することができました。ニュージーランドやオーストラリアに行っているので飛行距離は伸びて必要マイルはエコノミーで14万マイル。でも全部で9フライトなので1フライトあたり 1.5 万マイルで飛べてしまう計算です。もちろん燃油サーチャージなんかは別でかかりますが、それでもかなりお得な旅行方法です。この一時帰国のテクニックは優勝で世界一周航空券を使うときにも効果的なので覚えておくといつか使えるかもしれません。というわけで世界一周航空券のルールやルート検討のテクニックをご紹介しました。僕は今まさに世界一周航空券の予定を組んでいるところなのですが、同じように興味を持っていただける方がいたら嬉しいです。それでは今回の動画はそろそろおしまいです。ご覧いただきましてありがとうございました。次回は JHC プレミア市場の後半戦、ソウルでの海外発見を生かしたビジネスクラス旅の様子をお届けする予定です。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。